都会に疲れた男が一人、今日も電車に揺られてこの地に降り立つ。心を癒す風景と気持ちを満たす地元飯、そんな彼の日常の中の非日常を誰が呼んだか、日本旅ごはん。お盆真っ只中の8月14日、旅先案内人田島さんと神社の前で待ち合わせ。こんにちは、お待ちしてました。今日はですね、普段はなかなか見ることができないものが見れるというので、こちらをちょっとご案内しようと思います。なかなか見ることができない。そうなんです。普段は全然見られないんですけど、今回特別に見れるんです。はい、なのでちょっとワクワクするので行ってみましょう。ここはあわら市北本道の神明神社。普段見られないものとは一体何なのだろう。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。はい。はい。今日はすごいものが見れると聞いてワクワクしながら来たんですけど。ありがとうございます。いえいえ。太長太子作の十一面観音菩薩の17年に一度のお会長でございます。すごいですね。こちらの観音堂に安置してあります。どうぞご覧になっていただければ結構かなと思っております。はい、お願いします。はい、すみません、お願いいたします。神社の境内に建てられた観音堂へ、いよいよ17年ぶりにご開帳された観音様とご対面。このご本尊が太長太子が彫られたという十一面観音菩薩の立像でございます。で、太長太子と言いますと、700年代に白山信仰を起こしたお坊様ということで、伝記によりますと、その頃に白山からこのあわらの方を見た時に四雲たなびくところがありまして、そこにまた、お寺を構えるということで、そのお寺の本尊がこの十一面観音菩薩ということになっております。太長太子っていうと1300年ですね。そうですね。今年がちょうど1300年になりますから。それだけの歴史がここにあるっていうことなんですよね。そうでございます。すごいですね。実際にはこの十一面観音菩薩像が作られたのは太長太子のいた時代から300年ほど後の11世紀頃。それでも1000年の長きにわたってこの土地の氏神として人々を見守り続けているのだ。それにしてもなんと上品で優雅な立ち姿なのだろう。信仰を守る人たちにとってもこの観音様は村の誇りであり、日々の生活の拠り所となってきたのだろう。普段は開かない観音堂の扉の奥で静かに人々の祈りに耳を傾けているのだ。でこの脇座もですね、なかなか古いもので、よく似た時代に彫られた脇座であるというふうに、言われております。ご本尊と同じく欅の一木造りで作られた脇地。仏教を守る四天王としてかつては4体あったそうなのだが、戦国時代の混乱の中で2体が失われ、今は広目天と多聞天の2体が本尊を守っている。安産の神様って仏様にもなっておりましてですね、昔からこの地区で、子供さんを欲しいという方、それから子供さんがお腹に宿った時に、蔵元に置いて無事安産していただけるというふうなお守りの藁です。私らもその今1300年の長い歴史の中でのわずかな時間ですけどね、それを守ってきた遠くの先代さん2人がこの
本尊を大切に守ってきたというところにね、非常に歴史も感じますし、大切な宝物であるというなことが分かりますね。やっぱりこれはね、後世また残していかないかん仏様かなというふうに思っております。地元の伝統や風習をずっと守り続けていくのは容易なことではないに違いない。それでも地区の宝として大切にしている住民の皆さんの心意気に敬意を表したい。次回の御開帳は17年後。はるか先の話ではあるが、楽しみに待ちたい。今日はすごく貴重なものが見れてよかったですよね。奥に神社があるようなので、ちょっとお参りしてから帰りましょう。旅先の寺院や神社を訪れ、氏神様にご挨拶をする。願い事は旅の安全、そしてもちろんおいしい食事に出会えますように。今日の旅ご飯は魚屋カフェ&バルさくらというお店へ。 JR あわら温泉駅から徒歩3分、5代続く老舗の仕出し屋さんが営む食事処だ。黒を基調とし落ち着いた雰囲気の店内。最近リニューアルされたばかりだそうだ。さてメニューはと。ランチタイムのメニューは2種類。やはりこちらは魚がおいしい仕出し屋さん。刺身や焼き魚のある A ランチにしよう。失礼いたします。ご注文いかがいたしますか？ A ランチ。 A ランチを一つですね。かしこまりました。少々お待ちください。なるほど。ここは夜になるとバルになってお酒も飲めるのか。うまそうな地酒が揃っている。料理にも期待が持てそうだ。お待たせいたしました。こちら A ランチでございます。失礼いたします。はい、ごゆっくりどうぞ。重箱を開けると、なんと華やかな玉手箱。こちらがお魚メニューの充実した A ランチ。ご主人が毎日市場に魚を買い付けに行っているので、旬の魚を使った刺身や焼き魚が味わえる。この日の刺身はカジキ。程よく身が締まってはいるが、カジキならではのふわりとした食感が楽しめる。エビフライのエビはプリップリ。塩で食べるのでエビ本来の甘さがよくわかる。そして A ランチの目玉はこの白身フライ。代々受け継がれている看板メニューは今も変わらぬ人気の一品。一口食べると身がほろりと口の中でほぐれる。伝統のレシピで作られたパリパリサクサクの衣との食感の差が何とも言えない快感だ。地元の食材を使った一品一品が並ぶ様は何ともにぎやか。目で舌で楽しめる。老舗の仕出し店ならではの確かな仕事が隅々まで行き届いた贅沢なランチでした。地元で愛される場所、人、飯。ありきたりな旅では出会えない、そんな日常の中の非日常。誰が呼んだか旅ご飯。今日もごちそうさまでした。